はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、毎週火曜日のフレンチシェフの台所革命のお時間でございますね。で、今回のテーマなんですけども、肉の火入れということで、ちょっとね、こちらの、牛肉の方をご用意させていただいて、で、こちらのね、火入れの仕方、基本的な火入れの仕方をちょっとご紹介させていただきます。で、先にちょっと結論から言わせてください。今回の動画に関しては、先に結論からお話しした方がちょっとね、早いかなと思いますので、先に結論からお話しするんですけども、肉を焼くというイメージを今回の動画をご覧になっていただいて、肉に熱を吸収させるっていうイメージに切り替えてほしいっていうところの動画になります。はい。この理屈がわかると、普段のね、料理の中で例えば鶏肉を焼くとか豚を焼くとかっていう時に、火入れの仕方の考え方が根本から変わるので、まずね、そこを分かっていただけると今後のね、いろんなこう動画を見てっていただいた時になるほどそういうことかっていうのがどんどんね、皆さんのその火入れに対する考え方の道がどんどん開けてくるので、そういった意味でねちょっと今回は基本的な肉の焼き方をお見せした上で、肉に熱を吸収させるっていうテーマをお届けしたいなと思いますので、ではね早速やっていきましょう。では皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、ではね、今回使うお肉です。こうやってね、ペーパーで巻いて、表面の水分をしっかり取ってます。これでだいたい一晩放置して、冷蔵庫で入れて、水分をしっかり取ったものですね。で、表面の水分を必ず取ります。こんな感じですね。はい。この作業は必ずやってください。で、塩ですね、こちら。で、こちらデバイヤーのフライパンですね。26センチの3ミリの鉄板になりますかね。はい。こちら使っていきます。で、鉄はね熱い方が蓄熱性が高いので必ず私は熱いものを使ってます。ただ重いですねやっぱり。で、肉はねちょっと分厚めに切って使わせていただきます。これぐらいですね。でこのお肉は牛の内もも肉になりますね。こんな感じで、はい、これをね今から焼いていきます。で、塩をね全体に軽くこうパッとねまぶします。で、胡椒もね、全体にふっとやって、で、5分放置するとこうやってね水分が出てきますので、それも必ず拭きます。どうしてもこのね焼く時に、この水分がどうしてもね焼き目の敵になってきますので、これは必ず拭いてください。ちょっとねその表面が煮えるっていう言い方の方がいいんですかね。水分はない方がパリッと焼けるっていうところですね。で、まずフライパンに火をかけていきます。でこのフライパンに対してこのガスなんですけど、真ん中火ありませんよね。ここセンサーがあるところなんですけども、となるとこのフライパンにも実は温度に差が出てきます。今ここがだいたい今150度ぐらいですよね。じゃあこの火が周りは一体どうなのかってこう調べると、実はもう200度ぐらいいってるんですよね。これなんですよね。これがあるので、実はそのガスコンロの、状態によって、実は真ん中っていうのがそんなに温度上がっていないっていうことがありますので、どの位置が温度があるのかっていうのも知っとくのも実はすごい大事なことだったりします。で、油を入れまして、ちょっとねもうしっかり蓄熱されてますので、ここでね弱火にさせていただいております。で、この時にだいたい220度、真ん中でだいたい220度ですね。で、この断面の方ですね、この肉の断面の方から必ず焼いていきます。こちらですね。で真ん中は温度が低いので
ちょっとね、ヘリの方の温度の高いところでまず一気に焼き色をつけていきます。ちょっとね、油多かったのでここで一回取ります。で、動かさないでください。動かさないでこのまま焼いていきます。で、ちょっとね、一回動かして、今、ここの温度、何度ぐらいかなって見て、これで今、200度、210度ですよね。で、周りはもう300度いってますよね。で、同じ、この肉が置いたところが、やっぱ温度が急激に下がっていくんですね。で、次移動するときは温度の高いところに移動してあげてください。その同じ場所でひっくり返しても、ここは温度が低いですので、必ず温度の高い位置に移動させてあげるっていうのが鉄則になってきます。で、次、がだいたいここら辺のポイントが300度近いので、次はあそこに、置いていこうっていうような感じですね。で、また側面の方を次は焼いていきます。で、ここでやっぱりセンサー鳴ってしまうんですよね。どうしてもね、やっぱこれがご家庭の運命なので、その時の対処法をちょっとお教えします。また鳴っちゃうんですよね。で、その時にわざとですね、この真ん中のところの熱を奪いに行くっていうやり方ですよね。これをやると割とセンサーをごまかせるっていうことができますので、これでね、ちょっと温度の方を管理していきながら全体に焼き目をつけていきます。どうしてもね、このセンサーがね、どうしても安全基準のものになってくるので、取り外したりとかっていうことはできませんから、なかなかね、ちょっとそこが難しいところではあるんですけども、この真ん中のね、ところからこう熱を取ってあげて、ちょっとね、センサーの抜け道を作るわけじゃないですけども。で、こんな感じでね、全体を一回きれいにね、焼き色をつけさせていただきました。で、ここで一旦ね、ルポゼといって、ここで置いていきます。で、ちょっとね、なぜ肉を動かしちゃいけないのかっていう説明させていただきます。はい。で、肉をね、ぐっと動かしたりとか、あと、こうやって揺すって、こうやったりしますよね。それもやらない方がいいです。で、なぜかということなんですよね。体育館とかで、キャーッと滑った時に、手にものすごい火傷をしたことってありませんかね。あれって要は手にものすごい摩擦熱が起きてるわけですよね。で、それと同じ原理が熱いフライパンの中でも起きているので、急激に表面に熱を与えてしまうということになってしまうので、できる限り肉は揺すらないで、動かさない方がいいっていうのはそういう理由だったりします。で、5分ほどルポゼしたら、ちょっとね、表面の水分ちょっと取ってあげて、もう一回ね、軽く焼いてあげます。で、今度は焼き目をつけるというよりかは、全体を転がしながら温めていくようなイメージですね。ここで最終的に火をしっかり入れていくっていう工程になります。もう本当にね、コロコロコロって転がしながら、ちょっとね、全体的に火を入れていくっていうようなイメージですね。で、ここで一回金串を入れて、で、もう問題ないぐらい、火も入ってますので、ここで終了です。で、この後ね、ちょっと軽く2、3分ルポゼしてます。はい。で、カットします。こんな感じですね。はい。鉄のフライパンなんて持ってねえよって今思いましたよね。テフロンパンでやってみましょう。はい、ということで、ダイソーさんからですね、この550円のフライパンちょっと買ってきましたね。激薄アルミフライパンでした。ちょっとびっくりしたんですけども、ちょっとこれを使って、今から焼いていきます。
で、これ剥がしましてね、一回軽く洗って、ちょっとそこら辺の野菜を軽く炒めてから使い始めました。で、これも同じようにね、お肉の方は塩を振った後、こう水分をね、しっかり取ってあげてください。同じ肉使ってます。じゃあ、いきます。うわ、溶けそうだな。大丈夫かこれ。マジ怖えな。このね、ちょっと取っ手のところがね、火当たってしまうとこう溶けてしまいそうなので、ここはねちょっと気をつけてやっていきたいなと思っております。はい。で、実際にこう温度を測っていきます。めちゃくちゃ早え。うわ、めちゃくちゃ早いなこれ。こんなに早いんだ。はい、ではもう焼き始めてますね。で、しっかり焼き目をつけるというよりかはですね、もうどんどん麺を変えていっています。はい。で、というのがまず温度がですね、めちゃくちゃ上がるんですね。なので、もう表面にどんどん熱を吸収させていくために転がしながら、フライパン全体の熱をどんどん奪っていくようなやり方をしていきます。もうどんどんね、こうやって、さっと転がしていくような感じですよね。こんな感じでね、もうどんどん転がしていきます。熱をですね、こう奪っていくというやり方になってくるんですけども、鉄のフライパンは逆にこう対極で、蓄熱性がしっかりあるので、こうどっしり構えた焼き方ができるんですけども、こういう薄いフライパンになってくると結構こまめに動かしてあげないと、ね、この媒体のアルミの金属がどんどん温度上がってしまうっていう弱点があります。ですのでこうやってこまめに動かして、熱をね、吸収させていっています。で、ここでねちょっと温度をね調節しながらやってます。もうここら辺はちょっと勘にはなってくるんですけども、実際に温度を測ると、今これ240度ぐらいですね。これはちょっとすいません、長年の勘というところもあるんですけども、こうやってちょっとね視覚的に分かるように、お見せさせていただきました。この時もだいたいこのぐらいの温度ですね。できる限り260度を超えないようにやっています。というのも260度を超えますと有毒ガスが出てきますので、それがありますので、このテフロンパンの難しさっていうのはそこにあったりします。どうしてもこのお肉を焼くっていうことに対しては、ちょっと温度が低めになってしまうというところがこのテフロンパンの弱点だったりしますね。結構動かしてますよね。でここで一旦ルポゼします。だいたい同じく5分ほどルポゼしました。でやっぱりですね、温度が低いので若干やっぱりドリップは出るなっていう感じはしますね。で、軽くねちょっとドリップ出てるところを、表面、拭ってあげて、でまた再び温めるような感じですね。ここは鉄のフライパンと同じですね。もうここからね、こまめに回しながら温めていくっていうところですね。ここでもう火をしっかり入れていくってところです。若干ねやっぱりこうフライパンにもね肉汁がこう出てるのが分かりますよね。で、こまめにねこうやって回しながら熱を吸収させていきます。やはりこのアルミのフライパンがこうすぐにね温度が上がってしまうっていうところもあるので、こうやってまめに動かしていかないと表面がねすぐガリガリになってしまうというところですね。で温度を確認して OK ですので、ここで上げます。で仕上がりはこんな感じですね。
はい、ではカットしていきます。で、だいたい2、3分ルポゼしてカットしたものがこちらになります。で、やっぱりですね、こうドリップは出てしまいますよね。で、こんな感じでございます。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。肉のね、焼き方の熱を吸収させるというね、実際のやり方の方をお見せいたしました。で、ここからはですね、ちょっと専門的なお話をさせてください。できるだけね、簡単な言葉を使いながらお話をさせていただきたいなと思いますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まず、お肉を焼くということに対して、実は3つの出来事をまず理解していただきたいということですよね。で、まず1つは熱伝導ということが肉を焼くということに対して起きています。で、次に、蓄熱ということが必要になってきます。はい。で、3つ目に、赤外線というこの3つの要素が絡んできますね。で、まずね、順に、ちょっとお話をさせていただきたいんですけども、まず熱伝導なんですよね。熱伝導、じゃあ一体何ぞやってことなんですけども、フライパンで必ず温めますよね。で、温めて、例えば、鉄のフライパン、300度になったところに、常温に戻した、だいたい30度前後のお肉をスッとね、こう置いたときに、一体何がその瞬間に起きているのかっていうことなんですけども、300度の熱いところから30度の肉に向かって熱が移動していくっていうイメージなんですよね。これが単純に吸収っていうイメージになってくると思うんですけども、これを熱平衡と言います。はい。で、この熱平衡が起きることによって、当然、熱がね、平均化していくので、その接地面の温度が下がっていくんですよ。はい。これは実際に赤外線温度の赤外線温度系のものをこう実際に表示して見せているので、皆さん視覚的に理解はしていただけているかなと思うんですけども、でそれを次の肉の面、じゃあ色づいてきたなと思ったら肉の面をひっくり返すときに、また温度の高いところに熱平衡を起こさせるために、熱いところにまた肉の面を設置させていくっていうその流れですよね。はい。で、その熱平衡をしている間にその熱が肉に伝わっていくときに、その物質、肉ですよね。肉の中で何が起きているかというと、熱拡散という、拡散するっていう言葉ですよね。熱拡散ということが起きていて、熱がその肉の中に広がっていくっていうイメージです。はい。で、この2つの現象が起きて、熱伝導というものが全体的な流れとして起こってますよっていうのが、まずこの熱伝導のお話になります。これ結構重要なところなので、一応ポイントとして、覚えておいていただけると結構ありがたいかなと思っております。はい。で、次、蓄熱です。はい。この蓄熱が実はめちゃくちゃ大事で、この蓄熱とは何ぞやってことなんですけども、分かりやすく言うと、熱の、バッテリーとか電池とか、そういうイメージ持っていただけたらありがたいなと思ってます。はい。で、この、じゃあ一体ね、そんなエネルギーを貯めて何を出してるんだと。いうことなんですけども、出力されるものは実は赤外線になります。はい。ここでね、3番目の赤外線の話とちょっと並行した話になっちゃうんですけども、で、この赤外線には、近赤外線、そして赤外線、中赤外線とも言うんですけども、赤外線と、で、遠赤外線。どちらかというと皆さん、遠赤外線っていうのはすごい、聞き馴染みがあると思うんですけども、近赤外線、中赤外線っていうのはなかなかね、聞く言葉はないと思うんですよね。機械はなかなか難しいかなと思うんですけども、実はその、近赤外線においては、肉の表面にかなり入り込んでくる感じなんですよね。ですので、せーの、ドン。はい。肉の断面を切った時に茶色くなってますよね。
わかりますかね、端の方が茶色くなってますよね。だいたいここら辺ぐらいの感じまで、この近赤外線が入り込んでいって、中で、こう熱をねブワーッとこう広げていく役割をしているっていうところですね。で、逆に、遠赤外線に関しては、こちらはこの遠赤外線の、光が出てる、光っていう言い方の方がいいのかな、が出てるんですけども、それがですね、肉の中にある分子、細胞の中にある分子を左右に動かしていくんですよね。で、それがですね、激しく動いていって、で内部からこの熱を発生させる。でつまり分子が左右に激しく動くことによってエネルギーが発生するんですね。で発生したところで、つまりこのエネルギーが発生するっていうことは熱が出るってことなので、内部からあったかくなってくるっていうのがこの遠赤外線の効果になります。ですのでよく遠赤外線で焼くと中からふっくらとかねいう歌い文句聞いたことがあると思うんですけども、そのロジックはそういうことになります。はい。でよくここでどうしようかなちょっと難しいあれかもしれないんですけども、よくここで摩擦熱だっていう言い方をされる方がいらっしゃるんですけども、実はこれ摩擦熱ではないんですよ。この分子が左右に動くっていうことはもちろん振動もしてるわけではないので、分子が左右に激しく動いているっていうだけですので、そこでエネルギーが発生している、ゆえにそれが摩擦だっていう言い方はするんですけども、厳密には摩擦熱ではなくて、純粋に、分子が左右に動いていてエネルギーが発生しているっていうロジックですね。これが遠赤外線というものになります。はい。じゃあ、中赤外線って何ぞやってことなんですけども、これが近赤外線と遠赤外線のハイブリッドな役割を持っているところで、実はこの肉を焼くとかっていう時に対してほとんどの役割を担っているのがこの中赤外線っていう役割になってきますね。はい。でこの3つがあって、このお肉に肉がどんどん熱が吸収されていって、で内部からこの肉にもこう火が入っていくっていうようなロジックになっていきます。で今話したのは鉄のフライパンのお話です。はい。で、この蓄熱をするときにできる限り鉄板は熱い方がいいんですよね。ですのでよく鉄板焼きの肉ってうまいよなとかって言われる方いらっしゃると思うんですけども、それはですねあそこのこの鉄板焼きの鉄板っていうのがだいたい1センチぐらい、10ミリぐらいから厚みのある鉄板で、長い時間ね蓄熱して焼いていくので十二分なね赤外線類が出てますので、それで肉の火入れから何から美味しく感じるっていうところが実は鉄板焼きのロジックだったりします。はい。で、じゃあ鉄ってすごいねっていう話になりますよね。じゃあアルミってどうなのっていうところなんですけども、実はこのアルミというものは赤外線を出すっていうことに対してはものすごい苦手な金属なんですよ。はい。で逆に鉄というのはすごい赤外線を出すのが得意な金属です。で割合からするとどれぐらいの差があるかっていうと、鉄はアルミに対して10倍ぐらいの赤外線を出す能力があります。はい。でアルミはもうそれだけやっぱり赤外線を出すのが難しいんですよね。ですので今回買ったちょっとね私もわざとらしくね薄っぺらいのをちょっと買ってきたっていうところはあるんですけども、アルミのフライパンっていうのはその蓄熱もできないですし、でかつ、その赤外線も出ないので、じゃあどうするかっていうと残ったやり方としてはもう熱伝導で火を入れていくしかない。ゆえに、熱いポイントを探してどんどん熱を表面から入れていくっていうやり方なんですよね。ですのでせーのドン。はい。この2つのねお肉のまずこの端っこの茶色い部分をちょっと見てもらいたいんですよ。まず鉄でやった方なんですけども、しっかり色がついた茶色の輪郭がはっきり分かりますよね。これは近赤外線がしっかり仕事してるっていうことなんですよ。はい、これも視覚的に分かりやすい標本だなと思ってすごい見事にいったなとは思ってるんですけども、で、もう一つのこちらアルミのフライパンでやった方、なんとなくこう肌色になっていって奥に入り込んでってるのは分かりますかね。は
はい。ここなんですよ。これが赤外線のあるなしなんですよね。ゆえに、ここがですね、そのアルミのフライパンと鉄のフライパンの物理的なその熱伝導と赤外線、蓄熱によっての違いの差が視覚的に分かるっていう部分だったりします。はい。それでですね、このアルミのフライパンに関しまして、じゃあ絶対的にじゃあダメなのかっていうことはなくて、このアルミのフライパンというのは逆に、すぐね、熱が上がるっていうところですよね。ガスコンロの温度っていうのが大体1700度から900度ぐらい、1900度ぐらいなので、そのね熱を遮るための、アルミパンとして、すぐ温度が上がるっていうのが一つありますよね。やっぱりアルミのその温度上昇というのはやっぱりずば抜けて早いですので、ですので、さっと炒め物をするとかそういったものには非常にいいんですが、ここで気をつけてもらいたいのがこのテフロンの難しいところで、テフロンっていう物質なんですけども、これがですね、大体260度を超えてくると、有毒ガスを出してくるんですよね。おそらく皆さんご存知だと思います。はい。ですので、温度管理をしていくときに、できるだけ260度を超えないように肉を焼かなきゃいけないので、どうしてもそれがドリップの原因になったりするっていうところがあります。ですので、テフロンパンがほとんどのご家庭であることは、私も承知はしているので、あえて、テフロンパンで、肉を焼いてみたっていうことがあるんですけども、ここで、鉄のフライパンとテフロンパン、どういうふうに使い分けるか、どういうふうに道具を選ぶかっていうところは、またね、ちょっと別の動画ちゃんと作ります。ここの話すると割と長くなるんで、ここはちょっと一回割愛させていただきたいなと思うんですけども、そうやってね、道具の取捨選択によって、使う材料とか選ぶっていうところが、この料理のね、面白いところだったりします。はい。はい、ということで、ざっとね、ちょっと簡単にお話はさせていただいたんですけども、ちょっとね、小難しいお話が続いてしまったんですが、このお肉を焼くということに対して、熱をね、吸収させる熱並行というね、現象が起きているっていうことを分かっていただければ、今後ね、いろんなお肉の火入れの仕方お見せします。もちろん魚もね、同じことになってきますので、そうなってきた時に、この熱並行をイメージしていただけると、なるほどね、そうやって火を入れていくんだっていう考え方がめちゃくちゃ広がってきます。ですので、道具一つとってもこういうやり方がある、こういう方法があるっていうところが無限にあるのがこの料理の面白いところです。ですので、絶対正解っていうのはなくて、当然その現場によってある器具が違うわけですし、ご家庭によって持っている道具、もしかしたらその鉄のフライパンがなくて、分厚いアルミパンはあるけども、でも実はこのオーブンのようなものもないし、フライパン一つで火を入れなきゃいけないとか、いろんな状況があるので、まずその肉に熱を吸収させるっていうことさえ分かれば、まずですね、そこからいろんなやり方に発展することができるっていうのが、まずこの火入れのロジックを知っていただければっていうところで、今回2つのね、ちょっと対極する道具を使ってご紹介させていただきました。はい。もちろんね、今後もいろんなね、火入れもお見せしますし、あと、この道具についての説明というのも、実際に、コメントいただいている中から、ご紹介してほしいっていうような内容もいただいておりますので、そこもね、詳しくご紹介できたらなっていうことも動画にしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それじゃあね、ちょっと長丁場になってしまいましたけども、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。